Hello こんにちは。 DK vs T1 3試合目神シリーズ。なぜセカンドゲーム T1 勝ったんだ、わからねえわ。正直ジャングルギャップはついてる。キャニオンめちゃくちゃうまい。ギャンク全部決めてるし、なんならオーナーはセカンドゲームでね、ドラゴンの後のリプレイのタイミングで、俺たちがリプレイ見てるタイミングでダブルキルは取ってたけど、それは相手がちょっと DK がやらかしてキル拾っただけで、キャニオンがもう決めてるんだよな、ギャンク全部。今回3試合目ラストゲームブルーサイドです。エリースをずっと DK はバンしていたが T1 どうする？ DK エリース使うのうめえぞ。あえてエリース開けてこっちがナミルシャン取るよと、またはエリース自分たちが取るよと。ユーミバンってことはルシャンバンされてます。すいませんエリースどうなる？エリースめちゃくちゃ強いよ。キャニオンずっと今日セジュアニでもめちゃくちゃジャングルギャップつけてた。これがエリースになったらどうなるんでしょうか。いやライズだ。フェイカーにライズは渡せねえ。ショーメーカーライズからお声かけかかったか。どうなる？ジェイソン！わー！ゼウス！ What are they？ きたー！ジェウス！世界大会優勝スキン欲しかったよー。T1 がジェイス使うとサポートまでレベル4とか5とかでトップに向かう。去年はそうだった。サブスクライブギフトありがとうございます。勤務中さん Thank you。 ジェイス記念か。これね、ジェイスを使うチームのお手本なので、皆さん味方にジェイストップが来たらこのように動きましょう。 OK？ まずミッドジャングルめちゃくちゃ強いの選ばなきゃいけないよ。シナジーがあるジャンプはメタが変わったか。あれミッドジャングル主導権あってトップいけるようなチャンピオンが必要なんだけどな。例えばルブラン・リーシン、レクサイ・ルブランとかタリアとか。これ今メタってボトムメタなんですよ。皆さん知らないんですか？ JS はおとりです。俺たち JS ペックしたからトップギャンクしてこいよと。 JS はギブ、世界大会でもやってた。 08 その試合結局勝ったし。そういうことね。はい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 、気づいてしまった。 JS をおとりにしてカサディでぬくぬくファームしようってことか。いやでも俺本当に T1 は JS 使うのがマジでうまくて、必ずミッドジャングル強いの選んでトップに向かってたんだけど、今回は違うな、戦術が。楽しみだ。逆にジャングルがボトムメタだからボトムに行くだろうっていうことで JS をピックしてんのかもね。1対1でほっといたら、ゼウスであればいけると。 T1 がエリースとバイオバン。 JS ってねエンゲージに弱い。強いエンゲージに弱いよ。何を取る T1？ ゼリのカウンターといえばドレイブン。グマユシドレイブン好きです。ドレイブンレーンぶっ壊すよと。でもだよ。いやでもこれが JS か。これが JS の力さ。見てください。さっきも言ったよな、カサディンぬくぬくファームさせたい、ボトムに向かわせたくない。じゃあボトムに相手が来ないんだったらドレイブンよ。ドレイブンレーン強い。ギャンクは弱いけど。キャニオンのお箱グレーブス出たー。
ワンチャントップ JS、 あ、トップグレーブスもある。これトップグレーブスもあります。2年前エドワードゲーミングが優勝した時グレーブスこすってた。あいつフランドレ、あいつ JS とグレーブスの2トリック、なぜか JS 選ばないでグレーブストップ選んだけど、いやオーン、あ JS のカウンター、ハードカウンター、あファック、レーンもきついのにエンゲージも超強いでしょ。グレーブスジャングルで、ケリアは何やる？ケイトリンサポートもやったことある。カリスタサポートこれプロで出した？いや、ベリルがさプレシーズンでジンサポート出して、でそっからなんかまたメタが進んでるっぽい。この前ケイトリンサポートやってた。サポートドレーブン？いやいや、カリスタサポート。さすカリスタサポートか。俺日本サーバーのトロールを取り締まってる時にカリスタサポートレポートされてたけどな。あいつからパクったんか T1。ケリアそいつ見たのかもしれねえ。俺の裁判動画見たかも。いや動画化はしてない。俺の配信見たか。結局なんでこういうさケイトリンサポートとかカリスタサポートとかが出てくるかっていうと、ボトムメタレーン勝てばそれでいい。昔もありましたね。ザイラが強い時ミスフォーチュンサポートが覚えてますか皆さん。ロックスタイガーズ VST1 ですよ。2016年かな。俺の YouTube にアップしてます。神シリーズです。ぜひ見てください。見てない方は。昔の試合じゃんって思うかもしれないけどマジで面白いから。あれは神シリーズトップ3に入るね。今ではなんか特殊なサポートが増えて新鮮さがないかもだけど、昔は本当にミスフォーチュンサポートなんかクソトロールだったから。おいちょっと待って、これ T1 が勝ったらカリスタサポート増えます。ハローこんにちは。 DKVST1。 今一瞬カリスタがタワーに向かってトロールしてるように見えたわ。危ねえ。俺脳がおかしくなってる。こいつ死刑囚じゃないかっていう目で見てる。自分のタワーだったわ。危ねえな。敵のタワーにもう突っ込んでるかと思った。カリスタはやっぱレーンが強いです。トップカリスタもねザシャイがやるぐらいだから一瞬流行ったよね一時期。だからサポートカリスタもレーンは強いんじゃない？序盤強いキャラには変わりない。でゼリーがね序盤弱いし、まあ、ルルが弱い方ではないけどな。ナミルシアン相手一時期ルルばっか使われてたし去年。ユーミよりかは強いはず。もちろんカリスタドレーブンで連こけたらおしまいです。どうやってジャングル回るのか。JS をギャンクする隙がないか。グレーブスどのように回る。グレーブスの回り方は結構いろいろあるよ。レベル2で壁越えて敵のジャングル入ってく回り方もあるし、セジュアニはトップから始める。これ新しいね T1。 JS やるときは必ずトップ見てあげてるんだよ。あもうレベル1から1人でいったぞ。ドレーブンファーム食ってて。これがキャニオンです。ソロ級じゃねえ。これ終わった。これマジで終わった。これマジで終わった。ウェーブ見て終わった。これが天才キャニオン。これソロ級でもよく見るけどな。なんでこれを警戒しなかった。これソロ級でよく見るぜこの動き。グレーブスなら特に。あでも一応ウェーバー押し込めたからもう一人の ADC がいる。ドレーブンがこけてもカリサがキャリーできる。いやでもマジで終わったレベル。ドレーブンフラッシュも切ったし。これドレーブンサポートいきます。And Canyon obviously did have to take a lot of a beating in terms of his jungle experience. Although with the prio that he has in mid, he actually will be. いやグブはねこれがあるんだよね。グレーブスえぐいぞ。12勝3敗。
2年ぐらい前だっけ、グレーブスのさスキルコンボエグかったよな。なんかアイテムと組み合わせてた気がする。ミシックアイテム忘れたけど。キャニオン入っていく。グレーブスは敵のジャングルに入るタイプですよ。機動力もあるのですぐに離脱できるし、タイマン強いし。一旦押し返す、一旦セジュアニの HP 削る、ボトム守る。セジュアニ見つけてあげて、セジュアニの HP 削ってボトムギャンクいけないように。ゼリルルがウェーブプッシュしたいから。でカニも食う。 HP 削ったからダブルカニコントロールかー。お、LJL 裏で始まったんだ。お、シャカさんがミラーしてるって。シャカさんがミラー券もらったのか。シャカさん LJL 昔見てたって言ってたしな。いやマジでこれロル来てんじゃねえか。シャルルハイも昨日大盛り上がりだったし。Getting as much farm as he can, and Canyon will have more farm than Ona throughout this game, eventually, because we know what happens when he gets this champion. He does not stop destroying jungle camps forever. 配信落ちてて草。The big winner on the map for T1 is Zeus, because with Canyon's まあ初日の LEC もひどかったし、配信は落ちてなかったけど1時間遅れだったしな。ちなみにこれトップオン有利なんだけど6からですね。もちろんゼウス JS めちゃくちゃうまいです。序盤は有利取れる。ただ6からイグナイトに切り替えるんですよ。でワンパンされます。オーナーギャンク狙う。でも死なないねこれは。So was it worth it, I guess, is kind of the question that he's going to be asking, as here, towards this bottom side, Gliddle answers, flying forward, Deft trying his very best, and is actually ahead. ボトムカレースはどうなってる？終わったと思ったけど、なんだかんだうまくやってんね。グレーブス来たよ。グレーブスフラッシュイン。ドライブノーフラッシュ。カサディンが先に動いてる。デフトフラッシュイン。でもカサディンもフラッシュウルトフラッシュだ。あーカサディンイグナイト持ってる。魔道場だ。フェイクトリプルキル。しかもカサディンだ。一つ前の試合はゼリーがトリプルキル取って負けてたけど、カサディンでトリプルキルはやべえんじゃねえか。今すげえ流行ってるロアセラフカサディンだよ。ロアのタイミングめちゃくちゃ速くなるぜ。ロアとセラフがぶっ壊れてるからライズも勝率 50% 超えてるんでね。そこにカサディンっていうぶっ壊れキャラにそのアイテムつけたらもっとぶっ壊れでしょう。やばいぞ。でもこれライズはしょうがない。だってミッドギャンク食らったから押し込まれたんよ一緒に。でそこでカサディンがフリー。ここはフェイカーがうまかったね。でちなみにトップのジェイスはマジで誰も来ねえ。いや今までの T1 と違うね。ジェイスを必ず見てたけどもうジェイスは見もしねえ。勝手にやっといてって感じ。ボトムゲーなんよ。レーン勝ったら勝ちなんよ今は。昔と一緒。この流れは JS 嬉しい。嬉しいよ。だって来たら死ぬもん。オンのウルト切られて敵来たら死ぬ。でも JS 見たらボトムで終わるから見れないんだよね。
JS って1対1で有利取れても1ギャンクで殺されたらそこで試合終了だからさ。エビさんも言ってたけど JS どうですか、バスされた JS どうですかって配信してる時に聞いたら、いやでもワンギャンク食らったら終わるからねって。カリスタ6位になった。ドレーブフラッシュウルトカリスタサポートホーリーシェー。ゴリ押してるミクロでサポートセレテッドダーク積んでます。JS がキャニオン引きつけてる。いやキャニオンはずっとこのシリーズヘラルドを最速で取ってました。そのタイミングを狙った。みんなお疲れ。日本サーバーカリスタサポート増えます。お、ケリアもやってたし俺もやってみようかな。時代はユーミサポートではなくカリスタサポートです。fully pull the trigger. Callan can't support deft. The flash from Gumayushi as well to avoid the Q, get off the whirling death. Oh my goodness. And it doesn't mean that all of a sudden Draven is fully back in the game, but the beauty of the composition that T1 has is Draven doesn't really need to be right. And if he gets 1 or 2 more kills, he farms some stacks. でもこれどうしようね。 You're still fine, but最近ちょっとサポートが歯止め効かなくなってない？ケイトリンサポート、Twitch サポートも出たって聞いたよ。サポートって何だよね。ハイマーサポートからなんか壊れ始めたこのゲーム。なんかライオットが調整しなきゃいけないような感じもしてきたけどね。なんだこれ。まあでも見てて面白いからほっとくのか。Hard carry late game team fights. Canyon is on the graves, a force to be reckoned with. But right now you can sense that Deeplaskia is flustered. No one is answering this bot side of the map, right? Gumayushi is really farming. T1 is answering, and sure you might get some plates, but not getting a lot more out of this. Oh, and even the whirling death coming through to clear out the minions. Yeah. That is not going to be it. They did want to drop the Rift Herald, you could imagine, but T1 were ready and waiting. Weren't going to get enough. カサディンはルーンでストップアッチ取ったのか。750ゴールドセーブしました。スケールルーンでか。レートゲームルーンでトリプルキルえぐいな。ライズは今回征服したね、フェーズラッシュじゃなくて。When it's in comparison to a Kassadin, it just doesn't really hold water. It's not just Kassadin. It's Kassadin who got so far. I don't know so far accelerate. I don't know when he's going to actually hit. 11分ロア早いです。ティアーも挟んで。Even if he's not level 16, like at that point, still going to be a force to be reckoned with. Also on a highlight. フルスタック10分だよね。ってことは21分でフルスタック。やばくね？肩で21分で強いってこと？サブスクライブありがとうございます。もちろん16レベル必要だけど、でも今のカサディンって昔みたいに16じゃなければ弱いとかじゃないからな。割と強いからな。オーンが来てる。うわでもルルのキルか。ライズがカバー、オーンがミッドに行くわけね。オーンがトップ行くには遠いからいいカバー、いいカバー。でもタワープレート失います。サポート殺したけどだな。 ADC 殺したわけでもねえし、ウェーブもロストしてるし、タワープレートも取られてるから正直微妙。今のはテレポートも2つ使ったみたいだし、どうだろう。オン歩いてきた可能性もあるけど。で JS は今暁持ってるから絶対勝てない。ライズdoesn't end up mattering too much. I want to remind everyone at home that Carrier is a trained professional, and in no way, shape, or form should you be playing support Kalista. 今のでダブルキルまでいければだったけど、ってカリスタサポートがいるからスマイトできない？ちょっと待って、カリスタサポートカリスタの強さってさ、連戦強くてドラゴンとかオブジェクトを取ることじゃん。まあエピックモンスターか。サポートでも一応できるのか。ダメージ少なそうだけど。で一応 W が視界取れる
で ADC もウルトで守れる。いやでも性能だけ見たらあるよね。ダブルで視界取れるでしょウルトで ADC 救えるでしょスローもあるでしょ、アンブラルグレーブ。よし、このアイテム消そう。アンブラルグレーブ、このアイテムが悪い。いいよね。消していいっすかみんな。どう？アンブラルグレーブ消していいと思う人。俺あのアイテムマジで嫌いなんだけど。クソ不快じゃない？使ってるやつは楽しいかもな。ゾンビワード使ってな、パイクとかな。夜更かすに使うしな、ライ様はよ。歯車が自我持ってパイクサポート選んでよ。ダスクブレードファッキンアンブラルグレーブで初心者ボコついし。いやマジでアンブラル嫌いだわ。グブも積むしな。でも今回はグレーブス5話取りなんだ。キャニオンは5話取り初手です。グレーブスといえば LEC に今出てるボーなんだけど、あの人は毎回アンブラル初手。まだ無敗だっけ。今日からまた LEC のセカンドウィーク始まるけど、キャニオンは5話取りです。アンブラル値段安いよね。発動してるときワードワンパンでいいけど、クールダウン中の時にさ、スイーパー展開してまだワンコンなのがおかしいよな。アンブラルがあるからさ、カリスタとかジンサポとか出てくんじゃねえの。いやでもジェウスうまいな。ジェウスうめえ。1対1だったら全然有利取れるんだね。俺がオン相手うまくないからか1対1きついけど、やっぱ Q を食らわなければなんとかなるんだな。普通にもうだって16分170CS だよ、ぬくぬくと。タワーも取ってるし、ファームさえぐいほどつけてる。いや浅い JS だったらマジでソロキルよ。プロの JS も定期的に王にソロキルされてる。でもジェウスは違うんだよね。しかもカンナもゼウスじゃ JS 使いだから JS 分かってるはずなのよ。 JS 使いが一番 JS ボコるやり方分かってんのに、それでもボコせない。そんだけジェウスが強い。でチームファイトどうなる？ポーク、うわーいいの当てる。2人にヘラルドは取る。 DK チームファイトどうだ？誰も死なねえ。初手5話取りだからグレーブスフロント張れるな。勝てえな。テレポートで強引に取り切る。じゃこれさ、レートゲームで言ったらどっちが有利なのっていう質問が出てくるよね。ブルーサイドオーン、ライズ、ゼリー、ルル、グレーブス超強い。みんな強い。レッドサイドはジェイス、まあ強い。セジュアにまあまあ。カサディン超強い。超とんでもなく強い。 ADC ドレーブン、機動力がないけどって感じで、カリササポートは弱そう。いやどうだ、トータルで見たら DK じゃない？トータルで見たら DK、 いくらカサディンがいるとはいえ。ジェイスもまあまあ強いけどトータルは DK かな。
ミッドゲームだね T1 は。もうロアが溜まって30分とかそんぐらい。ガチレートゲームはマジ DK が強そう。オーンのアイテムアップグレードまであるし。ただ T1 はドラゴンがある。まあカリスタサポートは別にレートゲーム狙ったわけじゃないんですよね。レーンを勝ってドラゴンを集めるためのカリスタです。花からレートゲームに向かうつもりはねえ。カサディン選んでるけど。ただカサディンって柔らかいやつを持ってくのが強いんだけど DK 柔らかくない。グーブもそうだしライズもそうだしゼリもルルついてるしオーンだし。カサディンが働けるかっていうと CC が薄いからまあ自由に動けるかもだけど敵ワンパンして離脱みたいなことはできないだろうね。うん、なんか時計？なんか時計の音聞こえなかった？裏でキーンってなってない？これ間違って使ったか？これフェーズラッシュがあるからね。時計はヘラルドで使ってたよ。あ、そっか、ありがとうね。バグで鳴ってるなんか鳴ってるな。かー、フェイカーいやらしい。少し視線をこっちに持ってきてミッドがドフリー。でもドレーブ、でもこれカリスタがいるのか。ドレーブンのさ弱点って機動力なんですよ。ダブルで足は速くなるんだけど斧を拾うタイミングを狙われると脆いんだよね。ダメージは出るけど射程短いし 1cc 食らったら終わりなんだけどさ、そこでカリスタが救える。 ADC がサポートを救うんじゃなくてサポートが ADC を救うんですよ。サポートなんて救う価値ねえじゃん基本。サポートはもうしんどけって話やん。スキル吸収してニューメタなんだよね。ランタンの強化版だよな。お、カサディマイブリンクした。いや、これは逃げられない。勝てライズじゃなくてカサディン。しかもシャットダウンゼリだ。でもだよ T1 はミッドタワー取ってる。ボトムタワーも取ってる。かなりリソース割いた4人。しかもバロンいけないしこれはトータル T1 がプラスです。フェイカーやらかしたように見えたけど相手はもう4人来たからね。ボトムタワーあれだけで600ゴールド以上。ジェイズに600ゴールドプラス味方にも入るしミッドタワーもそうだし視界も取れてるしこれは全然プラスです。まあゼリに入ったのはちょっと良くないけどさ。フェイカーの圧力、このシャットダウンゴールド取らなきゃ勝てねえってことかな。 DK はルルが取ると思って冷や汗かいたけどね。これでイグナイトでルルに入ったら終わってた。ライズもロア買ってるけど4スタック足りてない。フェイカーはフルビルドじゃなくてロアフルスタック。レベルも勝ってる14レベ。これロアがねそうなんだよね、レベル上がるんだよねフルスタックになると。カサディンのレベルがマジで速い。22分14レベ。いやでもさロアが出る前さカサディンが16って言えばなんか30分超えてたよね。35分とか。今は30分ぐらいでなりそうだな。でゼウスは000でシャットダウンゴールド。
Every shock blast is terrifying, and I like that Jonah Strong is making sure that he puts the fear in. ジェウスが育ってる。でもね、耐久力パッチアップデートで JS のポークかなり弱くなりました。うん、少なすぎる。これ前だったら半分削れてる。マジでダメージ少なくなってんだよね、 JS のポーク。サポートにだよ。アーマー持ってね、サポートにあれだから。マジポークが本当に良くなってんだよね。で今回バスされたのはハンマーだから、正直強引にエンゲージされたら JS はいくらアイテムが強くてもしばかれる。お、ポジションミスってカリスタフラッシュだよ。マジでポークのダメージない。ユーミの Q が Q の方がダメージ出るからね、 JS より。4ドラだ、4ドラ。絶対に DK は取らないといけない。オーンがウルト切れない。取ったのはカリスタサポートだ。連動ドレーブン最強。カリスタサポートおめでとうございます。日本サーバーカリスタサポートです。終わるんか。いや終わりはしねえ。なんと LJL も間に合います。LJL 何止まってんの。1時間前に始まる予定じゃなかったっけ。 LJL ポンコツすぎてまだ始まってない。まあ LEC も不具合あったから回線が信じてる。One of the best supports in the world. This is one of the best teams in the world. No, I think it is the best support in the world. It's definitely the best support in the world. That is. これワンチャン LJL スタッフ LCK 見てます。俺の配信見てます。Unless you are in these exact circumstances, because I'm looking at this and it looks broken. Yeah, you guys were worried when the Shy was playing top lane Callisto. Well, this is the next. No, I was worried when he was playing top lane Italy, but this is worse. Oh my god. サブスクライバーありがとう。いやでもこのゲームね、5000ゴールド T1 有利で、しかもオーシャンドラゴンソウルよ。カサディンあと1レベルで16だよ。こっからいける。まあでもトータルで見たらさっきも言ったけどレートゲームは DK が強い。I don't think it matters. Let me be very clear about that, because Deft is still sitting on only 2 items, and at this point, Ocean Soul in the hands of T1. Hard to see D+ come back from this one. Oh, absolutely. Faker just gonna fight Canyon. Of course, feeling pretty happy to do so. Force Pulse, just to slow him down. This Baron. T1 がバロンを始める。フェイカーが敵を遅らせる。カリスタサポートが連動のスタックを貯めてる。取った。新ファイトはどうなる。ジェイスが来る。カサディンが行く。ライズのウルトキャンセルされた。ジェイスが入って切る。ゼウスが2キル。ゼリがウェーブを止めれば、でもボトムのウェーブがある。レフトウルトが切れちゃった。ゼリはウルトがもうない。ボトムのウェーブがある。28秒オン。耐えれるか。カリスタサポートドレーブン投げる。ドレーブンを投げる。やば、ドレーブンにブリンクついたって。最高なシリーズだったね。いやー、キャニオンがさ、1試合目2試合目でセジュアネでギャンク決めまくってたのにグレーブスになったからさ、
まあでもレベル1ではギャンク決まったけどね。レベル2か。やっぱキャニオンがギャンクで決めないと勝てないのかな。やっぱ T1 仕上がってるね。でも DK まだ新しいメンバーにしてから時間経ってないからね。2人変えたから。 T1 はもともと去年と一緒のメンバーだから。こっからっすね。いやでもおもろかったわ。 GG。 LJL バンピック中だよ。 OK ちょうどいい。でも LJL って YouTube でやってるっけ。あ、やってる。リンクここです皆さん。おいおいおい、完璧すぎねえか。 LCK 終わったからバンピック始めてくれたんですね。ありがとうございます。